ソニック情報バラエティトピックザヘッジホック。さあ始まりました。ソニック情報バラエティトピックザヘッジホック。この動画は世界中で活躍する人気キャラクターソニックザヘッジホックの様々なニュースを取り扱う情報ワイドショー番組となっております。キャスターを務めさせていただきます玉川乱歩と、コメンテーターにはソニックといえばこの人明智ピロシキさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたしますということでございまして、2023年もね、ソニック様々な動ききっと見せていくこと間違いなしということなので、この動画でね、いろんなニュース取り上げてみんなで盛り上がれればと思います。お願いします。我々あけたまチャンネルでは他にもソニックに関する解説、考察動画やゲームの実況動画を投稿しておりますので、よければチャンネル登録いただければ嬉しく思います。はい、お願いします。では早速参りましょう。最初のニュースはこちら。ソニックプライム続編公開決定。やったぜ。ネットフリックスで配信中のアニメソニックプライム、こちらの続編エピソードが2023年内に配信決定とソニックザヘッジホック公式ツイッターにて発表されました。全24話を予定している本作は現時点で第8話までネットフリックスで独占公開されており、続編エピソードで第何話まで公開されるかは現時点ではまだ不明と。そうだね。また公開時期については2023年後半とされており、具体的な配信日時については追って発表ということですね。待たせるね、またね。じらしますよね。公式ツイッターでは続編エピソードの先行ショットが公開されておりまして、ネット上ではファンからの多くの期待の声が寄せられているというニュースでございまして、明智君もちろんソニックプライムはご覧になってますね。なってますね。これね、全24話配信予定ということで今8話まで公開されてて、まだ3分の1なんだって、ね。そうなんだよね。そのなんか驚きだよね。こんだけ充実していて、そうなんだよ。まだまだ持っているぞと。ということで、ね、非常に嬉しいニュースなんですけども、明智君はなんかソニックプライム続編にこう期待したい要素とか、なんかこう展開とか何かございますか？そうですね。ちょっとネタバレしない程度にちょっと話すと、配慮が行き届いている。ツイッターの画像でソニックとシャドウが何やらやり合ってる、画像出てましたけど、この作品シャドウが登場するんですよ。で、今まで公開されている8話の中ではシャドウの登場シーンって限られていて、だからあんまりメインで活躍してないんですよね。そうですね。でも今回のこの画像は結構しっかりシャドウが活躍しそうなシーンが描かれているということで、確かにちょっと今後シャドウがキーパーソンになるのではないかと、どんな活躍を見せるのか一番期待してますね。なるほど。あとはその重要アイテムにパラドックスプリズムというね、宝石が出てくるんですけど、これが最初ある事件でこうバラバラになっちゃうんですよね。でそれで4つに砕け散ったっていう記憶があるんですよ。で現在8話までではかけらのうち3つは登場してるんですけど、残りの1つはまだ登場してないので、まだなんかそういう絡みの世界出そうだなというなるほどことにも期待ですね。よくなんか4つにばらけたところに注目しましたね。気づいてませんでした。さすがだな。いやいや4つだったと思うんですよということで、世界もねもう1個出そうだなという感じですよね。また追加情報なんですけども、ソニックプライム配信初週のネットフリックステレビ部門ランキングで第5位にランクインということでございまして、すごいことじゃないこれ。この週の総視聴時間は2772万時間。年換算すると3164年だそうです。ちょっと怖い数字なんですけど、どういう西暦を超えていったね。でもすごい北米ではやっぱりえげつない注目のされ方だったんだなということで、そうだね、このニュースご紹介させていただいたんですけど、ネットフリックスなんてマジでコンテンツ無限になりますから、そうだよね、その中で第5位ということでやばい、輝かしいランクインなんじゃないかなと。すごいこと本当に。ソニックプライムの、動きは今年も大きなソニックコンテンツの一つになるかなと思っておりますので、間違いないですね。続編あればこの動画でもねお伝えしてまいりますというニュースでございました。はい、ありがとうございます。では続いてのニュース参りましょう。こちら、セガスペシャルウィンターセール2023開催。プレイステーションストアおよび任天堂 e ショップにて一部タイトルを対象としたセガスペシャルウィンターセール2023が開催中です。ソニックフロンティアデジタルデラックスやソニックオリジンズなどソニックシリーズはもちろん、龍が如く、ぷよぷよ、初音ミクプロジェクトディーバなどセガの名作ソフトが数多く対象となっており、最大 90% オフという大変お得なセールとなっておりますと。お得すぎますね。明智君なんか気になるタイトルとか狙ってるソフトございますか？ソニックは全部持ってますんで、さすがですね。そうか、一旦置いといて、スーパーモンキーボールシリーズ、私好きでして、知ってる人は知ってると思うんですけど、サベゴロスーパーモンキーボールっていう、加工作リメイクみたいなやつがありまして、これちょっと持ってなかったんですよ。で今回セール対象になってたんで、ちょっと買おうかなと思いつつ、なんかね
任天堂スイッチの対象にはなってないのかなっていそうなんですよね。う感じなんですよ。今回のこのセール、プレステの対象ソフトすごい多いんですけど、任天堂 e ショップの対象ソフトはソニックフロンティアだけだったかなと記憶していて。ね、残念ですよね。スイッチだったら買おうかなと思ったんだけど、はいはいはい、ちょっと迷ってるとこですね。なるほどね。でもスーパーモンキーボールもめちゃくちゃ面白いんで、ぜひこの機会にね、なるほど。皆さんにも遊んでほしいなと思います。はいはいはい。じゃあモンキーボールに注目しているということなんですね。はい。なるほど。玉川さんも電脳戦記バーチャのマスターピース、これ 60% オフで1980円ということなので。すごいね。これなんか4本ぐらいゲーム入ってる。いやそうなんですよね。なんか過去作が何本かね、同梱されてるみたいなタイプで、マスターピースって銘打ってるわけなんですけど、これやってみたいなと思っているのと、あと龍が如く極み。極まってるらしいんですけどただ明智君と同様にその任天堂 e ショップに載ってなくてプレイステーションストア対象ソフトなんですよね、で玉川さんもできればスイッチで遊びたいなと思ってるんですけどちょっとそこで悩んでるところですね。そうね、ということでございまして、こちらのセール開催期間は2023年2月1日までということなので、もうすぐじゃないですか。そうなんですよ。終了日まで間もないので、気になるソフトがあればこの機会にぜひチェックしてみてくださいというニュースでございました、では続いてのニュース参りましょう。こちら、ファースト4フィギュアチャオのフィギュアを計画中。イギリスのハイエンドフィギュアメーカーファースト4フィギュア社の公式ツイッターにて、ソニックシリーズに登場するチャオのフィギュアを制作検討中であると発表がございました、ツイートではソニックアドベンチャー2に登場するダークガーデンをモチーフにした初期コンセプト画像が公開されており、制作に踏み切るため購入希望者のフィードバックを募集中というニュースでございまして、これフィギュアに限らずチャオのグッズって結構珍しくないですか？珍しいと思います、ちょっとあんまグッズ詳しくないんで、もしかしたらなんかあるのかもしれないけど、日本ではやっぱ全然ないし、海外でもフィギュア初めてとかなんじゃないですか、このしっかりしたフィギュアっていうのは。そうっすよね、ファースト4フィギュア、以前のエミーのフィギュアが発売されたことをトピックでご紹介させていただきましたけど、非常にクオリティが高くて、今回このチャオにフォーカスするんだなっていう意外なところだったんですけども、しばらくチャオってあんまりねゲームには登場してませんから、結構人気キャラなんでもっとグッズ出してほしいですけどね。これを皮切りにヒーローガーデンだったり、おもちゃおだったりね、あとナイツチャオ、フロンティアプロローグに登場しましたよね。こういった展開もしてくれたりなんかしたら、これ自分だけのチャオガーデンみたいなことを自宅に作れるんじゃないかななんて思ったりしまして、あり得る話だ、ファースト4フィギュアぜひということなんですけども、非常にねクオリティ高くてこう所有感も満たされるね、素晴らしい商品になってると思いますので、チャオ好きの方はぜひフィードバックにね回答してみてくださいというニュースでございました、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。2022年ベストトピック発表。昨年のソニックは映画、アニメ、ゲームと目まぐるしい活躍ぶりでございまして、このトピックザヘッジホーグでも様々なトピックをお伝えしてまいりました。その中で最も注目を集めたトピックは一体何だったのか、これはランキング形式でご紹介するコーナーになっております。新しいね。今度やってみましたよということなんですけどもまずはランキングトップ5位から2位までババッと紹介しまして、で最後1位発表という流れでね進めてまいります、ではまず第5位から2位こちらです。第5位サマーソニックにソニック公式が参加決定、第4位ジム・キャリー俳優活動引退を検討、第3位ソニックフロンティア情報続々解禁、第2位映画ソニック VS ナックルズ全米公開。いいっすね。こういうラインナップなんですけども、映画のトピックが2つ入っておりまして、やはり大きな注目を集めていたのに加え、ソニックフロンティアの情報が大量放出された5月のねトピックだったり、そしてこの夏にサマーソニックとのコラボ、こちらもランクインということなんですけども、サマーソニック来たね。来ましたねこれね。どうですかこれ、明智君5位から2位までこういった結果になりましたけど、なんか気になるトピックとか。そうっすね、やっぱり映画はねもう我々もう待ちに待ったというか、ずっともう期待して、待たされ続けてたんで、日本のねそうなんですよね。日本は公開遅かったんですよね。そういう思いもねあり、みんなでこう注目して楽しめた、お祭り感があったイベントなんでやっぱ印象深いですよね。そうっすね、国内外問わずお祭り騒ぎだったのは間違いないかなということでございまして、これを踏まえてこれ明智君1位のトピックなんだと思います？いやここに入ってないやつでしょ。いやもうねあいつだろうなっていうのはなんとなく想定してて、なんか目星ついてるのあります？サムネのインパクトがちょっと気になったやつがいたんで、
あれだろうなとは思ってますよ。皆まで言わないということでございまして、はい、了解しました。発表させていただきます。はい。では、栄えある2022年ベストトピックは、アグリーソニックディズニー映画に出演。これでしょう。ということでございまして、おっしゃる通りサムネのインパクトがね、凄まじいこのトピックなんですけども、ディズニー映画でまさかの復活を遂げたアグリーソニック。こちらの話題が堂々の第1位でございました。いやー、想像通りというかね。非常に衝撃的なニュースでしたからね。そうだね。これも映画関連って言えば映画関連でしたから。確かにそうだね。やっぱ2022年、映画、アニメ、ゲームといろいろありましたけども、その中でも映画への注目度っていうのは一つ頭抜けてたのかななんてね。そうみたいですね。思うようなラインナップになりました。本当にそれをね伝えられて、良かったですよね。そうですね。ちょっとやっぱ公式も扱いづらい部分だと思うので、トピック・ザ・ヘッジホッグはまさにね手をつけるべきニュースだったのかなと思いながら、ということでございましてね、改めまして2022年ベストトピック、通称スーパートピック賞。なるほど。こちらはアグリーソニックディズニー映画に出演、こちらでございました。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。アグリーソニックにはスーパートピック賞を授与したいと思います。喜んでると思うよ。アグリーソニックも、歯をむき出しにしながらこの今年2023年もソニックに関するいろいろなトピックを紹介してまいりますので、来年のスーパートピック賞、こちらもなんかの予想をしながら見ていただけるとね、このトピック・ザ・ヘッジホッグより楽しめるかなと思いますんで、はい、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということでございまして、今回も世界中から集めた数々のソニックニュースをご紹介させていただきました。この動画への感想や取り扱ってほしい情報などございましたら、どしどしコメントでご協調いただければと思います。お願いします。ということで、今回ここまでお相手は玉川乱歩と明智ピロシキでした。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。